皆さん、新年明けましておめでとうございます。いろいろとあって、なかなか動画をアップすることができず、皆さんにはご心配をおかけしました。今年も去年同様、楽しみながら頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。2025年12月31日大晦日に阪急フェリーに乗船することにしました。私にとってフェリーはほっとできる場所、そして船子たちと共に新年をフェリーで迎えることができそうでとても楽しみです。大阪駅から20分ほどで住吉駅に到着です。いつもは連絡バスで移動なのですが、今回六甲ライナーで住吉駅からアイランド北口駅まで向かうことにしました。六甲ライナーに初めての乗車でワクワク、展望できる場所を確保しました。あ、サンフラワーと阪急フェリーが見えてるよ。早く乗り場に行きたいので徒歩で向かいました。もっと近いと思ってましたが、25分もかかってしまいました。バスがありますので、皆さんはこちらでどうぞ。時刻表を載せておきます。お久しぶりだね。阪急フェリー。出港は18時30分。現在15時です。この余裕のある時間でゆっくり撮影するぞ。去年の大晦日に乗船したのは摂津でしたが、今年は大和です。やっぱり大きいな、阪急フェリー。もう乗船する前からワクワクドキドキ感が半端ないな。乗船する阪急フェリー大和のルートマップを載せておきます。神戸を18時30分に出港し、新門司に朝7時に到着です。神戸乗り場の入り口には年末年始らしく、しめ縄と門松が飾られていました。早い時間だったので、受付カウンターはガラガラでした。今回のお部屋はデラックスシングルの B 期間でした。他のお部屋の料金表も載せておきますね。あ、船子、久しぶり。乗船開始時刻は17時15分の予定みたいです。今回楽しみにしていた船子のカプセルトイ。さあ、どの商品が出るかな。ミニポーチが出ると嬉しいな。やったー、出たよ。お宝ゲット。久しぶりの船旅と会って興奮する赤熊くん。乗船時間となったので、さあ、乗船です。フェリーにも松飾りとしめ縄がかかっていました。船内に入りましたよ。いつ見ても迫力があるエントランスの吹き抜け、これぞ阪急フェリー。さて、今日お世話になるデラックスシングルのお部屋へ向かうことにいたします。5階から7階に上がると、大浴場と共有ソファーのある展望ロビーがあります。そして、両サイドに配置されたスイート部屋に挟まれたところにデラックスシングルがあります。たくさんのデラックスシングルの中でも、今回は選手に近い、少しでも静かだと思われるお部屋を取りました。なぜおすすめなのかは後で説明いたしますね。阪急フェリーのデラックスシングルは安くて広くて、静かなのが超おすすめなのです。デラックスシングルの788号室が今回の私の後ろです。チケットの QR コードをかざし、
青いランプが点灯すればロックが解除されます。便利なのはやっぱり洗面台があること、そしてエアコンの温度調整ができることではないでしょうか。一人部屋としては阪急フェリーが最高です。このお部屋で一つ難点を挙げるなら、窓がないので照明を消すと真っ暗で、照明スイッチが枕元にないことです。これがあると満点なんですけどね。出港までまだ時間があるので、少し船内探索にでも出かけましょうか。デラックスシングルの通路には共有の湯沸かし器、そして便利な冷水器があります。共有のお手洗いはデラックスシングルのお部屋の端にあります。とても清掃が行き届いた清潔な洗面台、そしてウォシュレット付きのトイレがあります。6階の展望ルームに行ってみましょう。阪急フェリーではおすすめの場所です。船首の窓は外に光が漏れないように、夜はカーテンが閉められているのですが、夜でも展望できるように、部屋を暗くして展望できるようにしてあるのはさすが阪急フェリーではないでしょうか。本日、大晦日は18時からの営業で、レストランはこのような広い空間となっています。6階にある記念撮影とスタンプコーナーです。5階のキッズルームでは、潜水船子がお出迎えです。おっと、潜水艦の上には、節子とミケアンがいましたよ。5階のゲームコーナーです。クレーンゲームには船子のソファーがありました。売店の前には阪急フェリー名物のクッキーシューが置かれていました。売店には九州、関西の名物が置かれ、奥には船子グッズがいっぱい、あれもこれも欲しくなってしまいました。船子のクッキーはおすすめです。営業時間のご案内は写真に撮っておくと便利です。お風呂の後のマッサージチェアはいかがでしょうか？自動販売機コーナーにはカップ麺、ソフトドリンク、アイスがありました。アルコールは別の自動販売機コーナーにあります。乗降口のある5階デッキへ出てみますね。ちょうど向かいの乗り場のビルと同じ3階ぐらいの高さがあります。エントランスの天井に輝く照明は前に乗船した時は白一色でしたが、今回は白赤青と3色で何か意味があるのでしょうか？もうすぐ出港予定の時間なので7階デッキに上がることとしました。
寒さで凍えそうだけど、フェリーを愛する心で持ちこたえられそう。いつも出港前にデッキに出ると岸壁側ばかりを見ていたので、反対側の白い橋を今回は眺めに行きました。さあ、出港の時間となりました。2025年大晦日、今年最後の神戸からの阪急フェリーの出港シーンです。今年あった出来事が走馬灯のように頭の中を駆け巡りました。無事にこの日を迎えられたことに感謝の気持ちでいっぱいです。私、この手を振るシーンを見るのが好きなんです。年越しそばのチケットの購入に成功しました。船子コックがお出迎えしてくれていました。今年最後の晩餐は何を食べようかな。いつもホルモン鉄板だけど、他のメニューを選んでみようかな。船子が手洗いをお願いしているよ。しっかり手を洗いましょう。カフェテリア方式だと自分の食べたいものが選べるし、量も調整できるのが嬉しい。豊富なメニューが揃えられ、どれを食べようか迷ってしまいそう。クリスマスに唐揚げを大量に食べたので、今回はやめておこう。ホルモン鉄板をやめたのに、ホルモン煮込みをついつい選んでしまった私。お酒の種類は飲む人にはありがたい品揃え。ブリのお刺身、ホルモン煮込み、豚汁、ご飯を選びました。そしてキムチ鍋を注文しました。レストランには船子のイラストがあしらわれていましたよ。出口では船子コックが挨拶していました。まもなく明石海峡大橋なので7階へ移動です。うわ、寒いけど大晦日はなんと明石海峡大橋、瀬戸大橋、来島海峡大橋の連続ライトアップが唯一見れるので、寒さなんて吹っ飛びます。自動車西洋道でございます。進行方向向かいまして、左側は兵庫県淡路島、右側は神戸市垂水区舞子の町並みでございます。どうぞごゆっくりご鑑賞くださいませ。フェリーから見る明石海峡大橋は迫力満点です。いつも思う疑問ですが、吊り橋とファンネルの間は一体何メートル離れているんだろう。下から見るとスレスレでヒヤッとします。
寒さに耐えきれなくなって船内にみんなが帰る中、私はしぶとく明石海峡大橋を見ていたのであります。冷え切った体を温めるために楽しみだった大浴場へ向かうべく、お部屋にお風呂セットを取りに行きました。早速向かうことにします。今日は大晦日とあって全部屋満室なので、大浴場は激混みだろうな。ふう、これはたまらん。極楽じゃ。お部屋に戻り、船子たちと戯れた。温かいお茶でほっと一息。21時30分から22時までレストランにて大晦日恒例の年越しそばが振る舞われます。おっとっと、ひっくり返さないように運ばなきゃ。今年もありがとう。いただきます。ごちそうさまでした。紅白歌合戦を少し鑑賞し、7階デッキへ向かいました。現在、瀬戸大橋通過前です。いつもこの時間はライトアップされていないのですが、今夜は大晦日で特別なんです。わあ、これは綺麗だな。橋脚は白ではなく金色っぽい色で、金運がアップしそうな予感。この素晴らしい景色を目に焼き付けておこう。また寒くて誰もいなくなっちゃった。デッキは貸し切りだ。さあ、船内に戻っていよいよカウントダウンだ。カウントダウンを始めるよ。5、4、3、2、1。新年明けましておめでとうございます。今年もマイペースで動画をアップしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。先ほどまであれだけいた人たちが嘘のようにいなくなり、静まり返ったエントランスもまた魅力だね。次は大晦日から元日にかけてのこの時間だけに見れる来島海峡大橋のライトアップ。あ、見えてきたよ。けど誰もいないね。これは見ないとダメでしょう。迫ってきたよ。これがライトアップされた来島海峡大橋だ。風が冷たく肌が痛い。それでも見ていたい気持ちが勝ってしまう船子であった。
三大華僑のライトアップを一度の乗船で全部見ることができて幸先いいな。お部屋に戻ることにしましょう。今回デラックスシングルの788号室を取った謎に迫ってみましょう。スイートの通路から自室に向かいますね。さすがスイート、通路からも高級感があふれています。正面には憧れのロイヤル部屋、左にデラックスシングルへ行ける扉があります。788号室はちょうど角にあって2辺が通路に面しており静かで、そして788号室の奥のベッド面がスイートの通路側となっており、3辺が通路に面しているため一層静かなんです。だからおすすめしたいお部屋なんです。7階のお部屋番号のマップを作っておきましたので参考にしてみてくださいね。さて、寝ましょう。初夢は何が見れるかな。おやすみなさい。おはようございます。たくさんの人がいましたので、紹介できなかった場所を回ってみたいと思います。まずは7階の共有スペースの展望ロビーです。7階のデッキを一望できる共有ソファーもあります。そして6階にもこのような共有ソファーがあります。5階のエレベーター前に共有のベンチもありました。阪急フェリーのいいところは共有ソファーが多く、個室ではない方もゆったり過ごせるようになっています。朝食を食べにレストランに来ました。デザートもあります。サバを食べようと心に決めていたのに鮭を選んでいました。これが鮭の和定食です。小鉢もついているのが嬉しい。いただきます。朝食を食べ終わった頃にはもう新門司港です。初日の出は時間的に諦めていたのですが、この通りマジックアワーを拝むことができました。夜明けが遅いので鉱石は見れないと思っていましたが、このように大きく弧を描く姿を見ることができました。うわ、あれは新日本海フェリーのアカシアじゃないですか。通常は小樽から舞鶴間を運航しているフェリーです。新門司港に入港です。先に大阪は泉大津から響先輩が入港していました。まもなく到着です。この阪急フェリーの新門司港ターミナルは平城京の太極殿をモチーフに作られた立派な建物です。下船の準備をしましょう。さて、下船です。ヤマトともここでお別れです。カウントダウンをフェリーで過ごせたことはとても良い思い出になりました。
ヤマト、ありがとう。お元気で、また会いに来るね。船子、明けましておめでとう。初日の出が顔を出す時間だね。贅沢を言うともう少し到着時間を調整してほしいな。連絡バスは新門司港から JR 小倉駅までは約35分かかります。運転手さん、元旦からのお勤めご苦労様でした。JR 小倉駅構内にも船子がいたよ。今から初詣に行ってきます。こちらの八坂神社は小倉城内にある神社で、私はとても気に入っています。実はこの八坂神社は去年も初詣に来た神社でもあります。厄除け、縁結び、商売繁盛、交通安全のご利益がある神社です。今回の阪急フェリーヤマトの動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。本年も皆様にとって素晴らしい一年になりますようお祈り申し上げます。また次の動画でお会いいたしましょう。